それでは2部の話をします。2部の話はいきなりリーマンブラザーズ自体について話が始まります。第2部リーマンブラザーズ。韓国の漫画の話をもう一度してみます。皆さんは韓国の漫画について詳しくはありません。韓国は Webtoon が誕生して発展した国だよ。この程度だと思っていらっしゃるんじゃないですか。けれど韓国の漫画は世界のためのものすごいプレゼントです。韓国の漫画について研究しなければなりません。一部に韓国戦争の時あった時期漫画テギマンファを申し上げましたし、そして漫画界に韓国漫画10年周期説というのがあります。10年周期説を発見し10年周期説と名付けたのは実は私です。私が十数年前に発見して急に悟ったことですが、韓国漫画に対する考えをして韓国漫画界の没落と復活の大変革がだいたい10年くらいで起きるみたいだけど、ということに気づきました。1970年代デボンソ時代というものがありました。その時代に合同出版社というのができたんですけれども、それについての説明は次に行きましょう。1980年代の合同出版社時代が終わり、デボンソと子供雑誌、漫画雑誌が誕生した時代があって、1990年代には出版漫画、漫画雑誌の時代がありました。1990年代後半から2000年代初めまで、この時代は本当に複雑な時代です。一つや二つでは説明できない時代です。学習漫画時代、レンタルショップ時代、漫画雑誌の復活の試み、ウェブ人の時代がありました。こういったものが1990年後半、2000年初めに集中しています。世界の漫画界のためにこの時代を知ることがとても重要です。とても重要です。この複雑な時代、韓国の漫画界には何があり、それはどんな教訓を与えるのか。そして2004年から私が申し上げたように Webtoon の時代です。そうやって整理してみるとほぼ10年周期で変わるのが分かりました。それでこれを韓国漫画は10年ごとに大変革があった、没落と復活が10年周期で訪れるシステムと市場の大変化があったということで10年周期説と私がつけたんですが、それからちょっと時間が経ってから2014年に Webtoon の大変革が起こります。Webtoon が誕生したのが2004年で、2014年に Webtoon の変革が起こります。その変革はとてつもない変革であり、今の Webtoon を作ったまさにその変革、それが Webtoon の有料化という変革です。するとまた10年が過ぎた2024年の今、皆さん驚かないでください。2024年は大変革の時代です。なので私は韓国の漫画界の皆さんと一緒に2010年代後半から2014年に来たから10年後の2024年のある大変革が来ることについて話をして、それに備えなければならないと言いました。大変革というのはこういうものです。没落して復活するのです。その2014年に有料化される前は事業体が消えたり現れたりしました。合同出版社があって崩壊するとか、他の出版社があって崩壊したり、ある漫画界が没落したり、こういう漫画産業があって没落したり、前に10年周期で起きた韓国漫画界で起きたことは、漫画産業の主体が変化する時代でした。没落して新しいものが現れ、漫画市場の特性も変化しました。それでは2014年は既存の Webtoon メジャー企業が没落せず、
維持されました。2箇所が維持されました。それでは大変革といっても没落はなかったのではないか。没落は非常に多く起こりました。私はそれに備えるべきだと主張しましたが、実現しませんでした。それは何か。漫画家たちの没落です。業者は有料化されて成長したが、無料に適用していた漫画家は没落します。漫画家たちの没落は小さな悲劇です。相対的にもっと大きな悲劇が存在します。それはまさに漫画家志望生の没落がさらに悲劇です。無料に合わせて勉強していた漫画家志望生が没落するのです。プロの漫画家たちは一度でもなんとかお金は稼いだし、作品は発表したじゃないですか。そのため没落は大きな悲劇ですが、あまり悲劇的ではありません。しかし漫画家志望生たちは無料漫画に合わせて、こうすればいいんだ、やりながら勉強をしてたんですが、自分がデビューした時代も来ずにその時代が終わってしまったのです。それでは有料時代は他の漫画家志望生たちに機会が来るようになるのです。それで無料時代に有名だった漫画家の一部はいつも韓国の漫画界が没落した時のように他のビジネスに進出して一部が成功をします。放送に出て成功したりもして、ストリーミングで成功もして、 YouTube に出て成功したりもします。それでその人も成功してとてもいいんじゃないかなと言っても、漫画を愛して漫画家だった人たちが時代が変わりこれ以上売れなくなるから他の場所に移動したことです。もともとやりたかったことをするのではないんです。大成功してとても立派だとも思うし、本当にすごい、幸せにこれからもずっと生きてほしいと思っているけど、もともと好きだった漫画ができなくなったのは確かな事実です。そんなことが起こります。ここの韓国漫画界の10年周期は、世界で最も強力な漫画強国が何千人もの漫画家と数十万人の漫画家志望生、強力な漫画会社をめぐって10年ごとに実験をしたのと同じです。人類の歴史が絶対にしてはならない超大規模な実験を10年ごとに言ったのです。新しいことをやってみるからどうなるか見てみよう、これを実行したのです。私がその業界にいて、私が私の仲間たちを見守りました。私が漫画家志望生たちを見守りました。言葉では言い表せない悲劇です。言葉では言い表せないほど大変です。けれどこの世のあらゆる悲劇がそうであるように、これが重要な教訓を与えるのです。この世の未来のための種をあげることです。私はある日それを感じました。私と私の同僚たちと私の後輩たちが経験したこの苦しい記憶は、世界の漫画界のためにとても大切な実験だったかもしれない。起きなければもっと良かったんですが、すでに起こった以上、世界のためのお土産にでも使わなければならない。プレゼントだから、私たちの痛みから得た贈り物です。じゃあちょっと待って、リーマンブラザーズの話はどこへ行った？それではリーマンブラザーズ自体について話しましょう。2008年のリーマンブラザーズ自体以前に、北米にはオリジナルの北米の漫画家がうまく成長していました。その時、日本の漫画だけが販売されていたわけではありません。韓国の漫画、香港の漫画も販売されていたし、北米のオリジナル漫画家がますます成長していた時代です。こういう話はスティーブがしてくれました。スティーブは私にとってとても大切な存在です。とにかく漫画家たちがよく成長していました。その時はいよいよ売店とコミックス専門書店で、一般書店にコミックスのビジネスが移動しつつあるというのが見込まれていた時代でした。しかしリーマンブラザーズ自体が起きて、大手書店のフランチャイズが崩壊し始めてから、いきなり北米の漫画家たちが仕事がすっかりなくなったのです。急に没落が起きたんです。韓国で起きたように
漫画家たちは誰も間違っていないのに、漫画家たちはただ漫画が好きで熱心にしただけなのに、急に外部的な要因で仕事を失ったのです。こういうことがあったということをお話したかったんです。その時私は何があったかというと、カナダの出版社で私が韓国で出した本を出版することにしましたが、スティーブと一緒に楽しくそれを準備しました。しかしリーマンブラザーズ事態によってそれらの本が出版される機会は失われました。私たち2人があの時あったことを忘れることができません。とにかくそういうこともあったんですが、時間が経ってリーマンブラザーズ自体から随分経ったじゃないですか。私が気になるのはこれです。韓国の漫画界は10年周期で没落後に直ちに復活したのです。10年後にまた没落するという過程なら、没落の直後に約1年2年の間にすぐに復活しなければならないじゃないですか。なので全盛期を過ごしてまた10年くらい経った時に没落します。だから韓国の漫画界は1年から3年でまたすぐに復活するのです。しかし北米は2008年が過ぎて今でも復活できないのです。では2部のテーマが理解できますよね。なぜ韓国漫画10年周期説が出たのかご理解いただけると思います。韓国はそのようにすぐ復活したのに、それも数回にわたって没落と復活を繰り返したが、没落復活没落復活、死なずに生き残ります。ところでなぜ北米の漫画産業はこんなに長い時間が経ったのに復活できないのか。甚だしくは長い時間が経ってついに日本の漫画市場はすごく成長してるけど、なぜそれにもかかわらずなぜ北米漫画産業は成長できないのか。韓国の漫画産業との違いは何か。その差の一つは、私のような韓国の漫画家はテギマンファを描いた漫画家の末裔という子あります。しかし決定的な理由があります。その理由はまさに漫画界の有無の違いとなります。漫画家かどうかの違い、漫画産業かどうかの違いではなく、漫画界があるかないか。韓国の漫画界は不死鳥を育てる鉢植えのように、漫画界という植木鉢がパチンと打っても生き返って、パチンと打っても生き返りました。他の理由を分析することもできるでしょう。しかし私はいくら考えてみても、韓国と北米は漫画界の有無が一番大きな差だと思います。テギマンファの末裔であることも関連があるでしょう。なぜならテギマンファは偉大な不滅の歴史の証拠だからです。なので私がどんなことがあっても韓国の漫画は絶対死なないってと申し上げたのです。正確に殺すことはできますが復活します。しかしもう私たちがお話したテギマンファの映像で皆さんはテギマンファを胸に抱いていることでしょう。もう皆さんもテギマンファの末裔です。皆さんの胸にも私のようにテギマンファが入っていて、私は絶対に諦めない。漫画家はそんな悪条件の状況でも人々のために漫画を描くからと思うでしょう。それではテギマンファの末裔になられましたら、これから何が必要ですか？ディレクターさん、漫画界です。漫画界がないと韓国の漫画のようにすぐに復活するには漫画界がなければなりません。この話をあえて2部シリーズに入れておいたのか。その理由は、皆さん日本の漫画は1950年代の誕生以来いつも強く没落することはありませんでした。こんなに市場が沈んだことはあっても没落したことはありません。日本の漫画はとても特別なケースです。ハリウッド映画界のようなものに似ています。それともアメリカの軍事力みたいなものです。あまりにも強力で特別な事例なのでむしろ参考になりません。人口1500万人、1人当たりの国民所得3000ドルの国で
皆さんが漫画産業をするためには日本の漫画界をリファレンスにすると答えが出ません。70年間絶えることなく続いてきたノウハウを積んできた編集部がありますか？これは絶対にダメですね。そうです、ダメです。そういう編集部があってこそ少年マガジンのような編集が可能なんですが、70年代の伝説の編集部があってこそ頂上から一度も降りてこないで作品を作ってきて作家を管理するノウハウを伝授する編集部があってこそ少年ジャンプを作ることができるんですが、突然現れることはないでしょう。だからこそ皆さんの国は日本の漫画界のようになるのが難しいです。さらに日本の漫画界は危機を経験していません。産業が誕生して発展し、当然危機を経験することができます。それでは危機が来た時はどこを参考にすればいいでしょうか？国に漫画が滅びつつあるのにどこを参考にすればいいですか？そうです、韓国を参考にしなければなりません。この没落と危機から直ちに復活するため必要な革新は何か？漫画界。私がコラムの最初からずっと話していたことです。漫画界を誕生させようとしなければならない。漫画作品を成功させて漫画ビジネスも成功することも大事ですが、漫画ビジネスや作品の失敗もこの全ては漫画界を誕生させるための過程にならなければならない。私が確信を持って申し上げているのです。ただの話ではありません。皆さんは私、ボイチを知っておくべきです。皆さんは漫画というものを知りません。漫画界を誕生させなければなりません。成長のために誕生させるのではありません。もちろん成長の強力な助けになります。しかし革新はそれではありません。漫画界が存在する革新理由は危機を乗り越えるためだ。2部は始まるとき面白くないと思いましたよね。とても興味津々ですね。皆さんは私の秘密一つを知っていました。私がずっとこのチャンネルで漫画界が誕生しないといけないし、漫画産業が誕生しなければならないということを申し上げますと、ボイチはあれが目標で夢なんだねと思うかもしれませんが、私の本当の目標と夢は各国の誕生した漫画産業と漫画界が危機に陥った時、それを乗り越えるのです。私が韓国の漫画界を思いながら一生した悩み、見つけた答えがまさにそれについてです。どうすれば仲間を守ってどうやって後輩たちを守ることができるだろうか。これが私の本当の興味を惹かれている事柄です。世界の漫画界を誕生させるために私が必ず必要じゃないかもしれませんけれど、訪れた危機を克服するためには私が知っていることが必ず必要です。なぜか誰も知らないので、もちろん私もわからないでしょう。どこの国に漫画界の危機が去った時、それを克服する方法を私がそれをよく知るはずがないです。しかし私が少し知っていることです。それが少しでも誰かは知っていなければならないじゃないですか。まず私しかいません。それで私は漫画界は当然誕生すると思います。コミックスビジネスとトゥーンビジネスは当然誕生すると思います。私がいなくても結局は誕生すると思います。しかし各国に危機が来た時、それを乗り越えて漫画家と漫画志望生、この人たちを守り抜く方法、これを準備するのが私の本当の目標です。これが私の秘密でした。私たちのチャンネルの秘密でもあります。2部の話はここで終わります。世界中に漫画界の誕生を祈っています。それでは3部でお会いしましょう。